こんにちは、シャイニーあざみです。で今日はね、減量入ったっていうことなんで、これから、自分も沼生活が本格的に始まっていきます。なんでついでに沼の正しい作り方じゃないですけど、もう教えるんですね。じゃあ教えるってわけじゃないですけど、こんな感じでやってますっていう程度ですね。本当に簡単なんで別に。結構やっぱみんな聞かれますもん、沼のこと。本当？はい。楽しみにしてる人いるんじゃないですか。なるほど。簡単なんでね、真似できる人はちょっとやってみてください。でまず絶対必要なのが10合炊きの炊飯器。ちょっと待ってください、これ。じゃあちょっと聞きたいことがいっぱいあるんですけど。何ですか？まず、取れました、ついに。ここね、100年使ってるからね。100年目にしてなくなりました。なくなったね。バコーンって捨てちゃったよ、もう。これなんで買い替えないですか？だから炊飯器って何のためにある？蓋閉めるためにあるの？炊飯器ってどう思う？何のためにあると思う？米。すいません、米を炊くためです。そうでしょ。炊ければだから炊飯器なの。だからこれを炊けなくなったら帰るよ。でも炊けるじゃん。まだ大丈夫です。まだ全然大丈夫だよ。こんなのボディービルと言ったらね、ちょっと手の皮がむけちゃったぐらいの傷でしょ。全然大丈夫ないよ。まだあと200年は使える。あと、これ何ですか？これ沼の。これはね、減量期に入ると、自分の場合だと減量期ってほとんど1ヶ月ぐらいしかないのよ。っていうのは、調整期間がすげえ短いのよ、俺の場合。だから、これ書いとくのね、減量期間の摂取カロリーを。これスーファミの裏にロックマンのパスワード忘れちゃうから、数字覚えるの苦手じゃん、俺。2秒で忘れちゃうじゃん。だから書いとかないと忘れちゃうから。で、本当に測ることが大事なんだよ。このカロリーを取ってどれぐらい過ごしたからこうなったっていうデータが次の減量で一番使えるから、そのためにね、きっちり減量、今からね1ヶ月ぐらいきっちり測ってやっていきます。で、じゃあ具材の紹介だよね。はい、お願いします。まずこのドン・キホーテで売ってる秋田小町。ドン・キホーテでなんかね、自社で作ってるらしいの、ドン・キホーテが。知らないかもしれないけど。本当ですか？このね、情熱価格っていうのはドン・キホーテの俺の一番好きなブランドなんだけど、この商品はドン・キホーテグループが企画開発した商品ですって書いてある。そうなんですね。これが一番おすすめ。これが米。で、順番だよね。これ入れる順番が実は沼って超大事で、これ入れる順番間違えると米が炊けなかったりするのよ。でまず最初に米入れるんだけど、米入れた後はわかめ。でカロリーなんてほぼないようなもんなんで、これは別に測らない。で、おもむろに開けて、おもむろにこうガサって一つかみパッて入れる感じで、次に入れるのが干し椎茸。干し椎茸もおもむろに掴んでおもむろに入れると。で、オクラちゃん10本入り、1ローヤード10本。これ入れるとね、非常に鶏の胸肉が柔らかくなる。でこれ入れた後に最後に胸肉をこのまま入れる。もう切らない。これ切らない理由は後で分かるんで、皮は取ります、皮は取る、こういう状態で塩して一回先に水入れんだよね。で最後にカレー粉入れるから SB のこれはもうお得サイズ。でかいですね。こんなでかいのね普通に売ってないからね。だから超割安になるんだよこれ。でこれおもむろに開けてこんないっぱい入ってる。大変なことになっちゃう。全部家の中カレーの匂いになっちゃう。あずみさんの家入ってる人多いからカレーの匂いするんですよ。そうでしょ。てかなんか今日オカマみたいな声してない？どうしたの？それも歌いすぎた？いや、花粉で。はい、じゃあこれから手際よく作っていきたいと思います。まずは測ることが第一条件です。で今1800キロカロリーだから、まず米272グラム。便利ですこれ。そう始まりました。はい、こうねちゃんとしっかり上がってね。こうだね。素晴らしいですね。でオーブンに入れると。順番おかしいんですよ。いいですか？わかめよりしいたけ先でいいですか？順番が大切です。入れる順番が実は沼って超大事で、これ入れる順番が実は沼って超大事で、これ
まあいいんだよここは。でこれもうちょうど一つかみ分全部入るから終わり。オクラちゃんで、ここまではもう米しかやっぱ測ってないんで、この辺はまあカロリー換算しないでいいですね。こんな感じで入れて、これオクラもこの上のヘタの部分もいっちゃうんですか？違うもうドロドロになって次の日何もなくなっちゃってる。何にもないから次の日。何にもなくなっちゃう。これね。つって。もうこんなんだよ。じゃあきっかり測るのは米と鶏ですね。そうで今日ちょっとね679g なんだけど、ちょっとまあ後で解凍して入れるんだけど、ちょっと解凍する時間かかるんで、とりあえずこうまあこれしっかりちゃんと測ってください、胸も、でここで先に水入れてください。水で10合炊きに対してこれ大体 1.5 リットルぐらい入ってるんだけど、まずこれは絶対全部入れます。そんなに入れるんですね。かなり入れてください。これちゃんと入れる意味も後で説明するんで、水分たくさん入れないとこう沼の意味がないんで、大体これぐらいかな。鶏肉入れてこれぐらいになるぐらい俺は入れちゃう。結構入れる。で鶏肉を投入して、もう沼ですね。そうこの時点でこの時点じゃまだプールだよこれは。こんな汚いプールよくあるよね、シーズンがさ終わってプールって落ち葉とか入ってんじゃないけど、さすがにここまでは汚くないですよ。ここまで汚くないか。ゲンゴロウとかねいるじゃん。何ですか？ゲンゴロウとか俺掃除でよくやったでしょプールで。ゲンゴロウって何ですか？ゲンゴロウってこういうやつだよ。こういうやつだよ。虫だよ。でこういう状態、こういう状態。こういう状態。だいたいここにね俺は米ぬか重しにして置いてるんだけど、何でもいいよ別に。米ぬかじゃなくてそこいいですか？これは蓋だ閉まれば何でもいいんだよ。俺ガンプラ置く時もあるし、ガンダム置く時もあるんでね。ゲンゴロウでもいいですか？ゲンゴロウでもいいよ。それちょっとダメだな。でこれおもむろに持って一回これでジム行くから。一回このままジム。どこ置くんですかこれ？どこ置くんですか？これ別に100円入れて一時期保管できるロッカーあるからそこにでこうすると。でここのボタンダメじゃないですか。なんか置かないと。これねポンと置いて、でこれで明日の朝まで放置。今俺これぐらいの時間じゃん。夜のいつもだったら大体これぐらいにやんのよこの作業を。でそうすると1時間半ぐらいで炊くんだけど、その後6時間7時間8時間炊くとこんなにもなくなってるから。ドロドロになってる。ドロドロになってますね。柔らかくなってる。まあ後で見せるけど完成したやつを。とにかくね超便利。まあ1日体験でやってもいいかもしれない。沼を作ってみる。そうそうそう。簡単でしょ。何も考えないで。しっかりしろよ。はい。でさっき作った材料でこう炊くと一晩経つとねこんな感じになるんだけど、これがもう沼の完成形ですね。そうそうそう。でこういうぐらいの大きさのタッパーをねこう4つ俺は用意して持ち歩いたりとかしてます。普通に炊飯器からよそって4食分って感じ。朝8時に食べて2時に食べて、7時に食べて夜食べて寝るっていう感じ。それで大体さっき測った通りのカロリー、1800キロカロリーっていうカロリーで大体そうだな3週間くらい過ごすと仕上がるっていう感じ。簡単でしょ。で夜はプラス卵2個食べる。脂質がほら入ってないじゃんこれ。でもそれしか食べないです脂質。そうだね。卵2個分の黄身だけですか？だからそっちの方が仕上がっちゃうのって。まあそうですね、仕上がっちゃうんだからね。仕上がっちゃうからそっちの方がいいでしょ。だから簡単なんでね、これ以下でもダメだしこれ以上でもダメっていうことがもう長年の減量の経験で分かってるんで、
1800キロカロリーっていうのが自分の中ではハマる設定になります。でこれ以下だとね、本当に体重どんどん落ちちゃって、どんどんこうフラットになっちゃうのよ、体が。で逆に2000とか2100だと仕上がんないのよ。なんかあるのよ、ちょうどいいカロリーピタって。でそれが自分だと1800で食べやすいのがこういう沼っていうか、こういう形っていう感じ。じゃあちょっと食べてみようか。で結構みんな多分勘違いしてるんだけど、でもほらさっき見たようにでっかい炊飯器で作ってるじゃん。だからかなり柔らかいのよ。すごいっすね。これぐらいになんないと沼のなんだろう良さっていうのは発揮されてなくて、で減量中ってやっぱカロリー制限されるじゃん。カロリー、制限される、まあ、しなきゃいけないんだけど、食べ応えを出すためにはやっぱ水分量を多くしなきゃいけないんだよね。で基本的にカロリーが少ないものっていうのは水分率が高いのよ。でリンゴと大福ってじゃあ同じ 100g にした時になぜかリンゴの方がカロリー低いじゃん。なんでかっていうと水浸しだからなのよ。水浸しなの。 100g の中のほぼびっしょびしょっていう。びっしょびしょなの。水はほら0キロカロリーだから 100g の中に 80% 水分だったらカロリー低いし、で逆に水分率が低ければその分カロリー高くなっちゃうから。だから沼の良さっていうのは水分率をグッと上げることが条件なの。だから10合炊きで作ってかなり水分入れるから、さっき見たように2リットル近く水入れるんだけど、こういう風になるっていう感じ。でこれ水分抜いちゃうと少なくなっちゃうじゃん、量も。だから食べ応えっていう意味でも結構満足できるんで、10合だけを買ってください。じゃあちょっと食べてみようか。別にいつも通りだよ。別にいやうまいですよね。うまいよ、めっちゃうまい。多分これなんていうんですか、変わったものを食べてるっていうか、まずいものを食べてるって思ってる方いると思うんですよ、多分。すげえうまいですよね。いやさっき言ったみたいにうまみ成分、干し椎茸とそのわかめっていうのはなんで入れてるかっていうと、うまみ出すためなのよ。カロリーがないけどうまみが出る。だから入れてる。だからうまくならないわけがないっていう感じでね。だからこれで例えばじゃあうまくするために脂質の入ってるものとか入れちゃったら本末転倒じゃん。いやそこはだからうまみ成分入れてるからうまいよ。で鶏の出汁も出てるし、1日経つと鶏なんて見て、さっき切らないで入れたじゃん。切る必要ないのよ、こうやってほぐれちゃうから。めっちゃほぐれてますね。そうだから切らないで入れることもできるから手間もかかんないしいいよね。値段、まずコスト、あと手間、栄養価、あとまあ続けやすさ、もうどれをとってもね結構トップクラスだと思う。沼はスーパーフードですね。スマイルもさやってたじゃん、しばらく。いややってますよまだ。楽でしょ。はい。自分はだからそのわかめとかは入れないんで、沼じゃないですよね。なんなのこれ。自分が一番好きなのはマグマです。マグマ。はい。なんなんそれ。トマトっす。作ってよ今度やりましょうよ。今度ぜひやってほしいです。これ本当に簡単だし、もうさっき言ったようにもう誰でもできるし、値段もかからないし、で管理がしやすい。そうですね。だってこれ食えばいいんだもん。他食わなくていいんだもん。腹は減るけど別に減量中じゃん。これ食ってれば仕上がる。あ、それ言い過ぎた。これ食ってこれ食いながらやっぱトレーニングだよ。重量と回数を落とさないようなトレーニングをしてればただ仕上がってくるっていう、それだけやればいいだけだから。だからみんなパサパサなものわざわざ食うじゃないですか。全然うまいからねこれね。うまいです本当に。っていうか楽っていうか安い。まあ今日沼やったわけなんで、その沼のアレンジバラエティね。バラエティ、はい。俺自身がないからね。もう沼一択ですか、昔違いませんでした？ 3 年ぐらい前自分初めて見た時って沼じゃなかったですよね。まずあの時は。あの時は干し椎茸とかわかめとか確か入ってなかったもんね。やっぱね改良に改良重ねたんだよ多分。覚えてねえんだけど、もっと柔らかくとかやっぱたまたま入れることも多いんだよね。オクラなんて俺たまたま入れたから。もともとキャベツとかそれこそもやしとか入れてたのよ。でたまたまオクラ安くてたまたま入れて炊いたらこんなに柔らかくなるんだ。でレギュラー会員だって。で椎茸とかも最初は
べちゃべちゃになりすぎて水分吸ってほしかったのよ。だから乾物入れたの。そしたらたまたま旨味が出るものだって分かって良さが分かった。で抜いた時に美味しくないのやっぱり、で抜いて美味しくないものは抜かないじゃん。で入れてもあんまり意味ないものは抜いていくじゃん。そしたらこれだったんだよね。じゃあこれはもう何年、もう4年5年かかっての究極体が今のデンマーク。俺の中ではね。だからこれが干し大根とかも結構ありなのよ。出汁も出て旨味もあって水分も吸ってくれるから、干し大根の時もあるけど基本的にはもうこれ、まあこれで今年もねいけるところまで体作っていきますよ。楽しい本当に。浅見さんかっこいい服着てません？これね、気づいた？はい最近ハマってんのよ。マルカージーンズさんで売ってるんだけど、丸川さんってありますね。でこれねトレーニング中めちゃくちゃいい。浅見さん好きですもんね、このラグランっていうんですか、肩の。そうここだ、これこだわりですよね。そう結構肩幅ついてくるとさ、ここら辺に切れちゃうじゃん。そうするとなんかジャミラみたいになっちゃう。こうやって見た目ジャミっちゃうから。ジャミっちゃうから。それジャミらないですか？これジャミらないの。しっかりこう袖がねここからついてるからこうなるから。だからフィジーカーの人とか結構これおすすめ。なんかこの T シャツとかもね売ってんだよ。ありますよね、ラグラン T シャツ。ラグランで基本的にシャツもパーカー持ってるのなかなかないのよ。ただそのマルカージーンズさんで見つけちゃったんだよね。そこ買っちゃいましたよ。だから、はい、安いし、案件くれよ。いや、さすがに無理ありますよ。こんなに犬じゃないんだから。食った。こんな綺麗には。美味しすぎて。ベロベロしちゃった。もう笑う必要ないから。完食はしてますけど。完食はしてますけど、これはさすがに無理ありますね。こういう感じでね、すごい食べ応えあるんだよね。ありますね。多分1800キロカロリーをどういう内容で食べるかによって満たされ方が全然違うのよ。今みたいな食べ方すると1800キロカロリーだけど体感はほんと2500ぐらいある。まあ腹は減るけど別にそんなの減量中当たり前じゃん。だから1回の食事でこれだけ満足があって、まあ、栄養価も満足度あって消化も良くて値段も安くて手間かかんなくてカロリー計算しやすくてもう完璧なのよ。やってみ。